今日はお二人にお話があります。なんだ？こちらをお返しに来ました。何？あの事件があって、しばらくはこの指輪のことを考えないようにしていました。けれど、いつまでもこのまま僕が預かっているわけにはいきません。あんなことをしてしまった僕が、婚約はできません。ノバ。俺たちはその一件を気にしてはいない。むしろ心配なのはノバの方だ。婚約についても、お前の日頃の仕事ぶりを評価した結果だ。俺もスミレもお前自身のことを信頼し、婚約指輪を預けた。だから気にすることはない。ありがとうございます。もちろん、あなたがあの子との婚約が嫌だというのなら別よ。あなたの意思を無視するつもりはないわ。ああ、それについてはお前たち二人に任せる。今回のことは僕一人の判断です。フェリチータは悪くありません。僕自身が出した結論です。僕、自らの意志で決めたことだ。二人に声をかけないの？え？ごめんなさい。驚かせたかしら。まんま。いえ、大丈夫です。ねえ、この前の話だけど、ノバ、あなたは後悔はしていない？え？あなたのあの子を見る目、私には後悔しているように感じたわ。ねえ、ノバ、これは私からの助言。あなたが違うと思えば聞き流してくれて構わない。はい。私はこう思うの。ノバ、あなたの両親のこととあなたたちの婚約は別の問題。だから、あなたの未来に関わりがあることは、あなた自身の感情で動いていいんじゃないかしら。違う？お！ノバ！すみません。僕はこれで失礼します。あれ？まんまと、ここにノバいたよな。ええ。俺たち、声かけたのに気づかなかったのか？さあ、どうしてかしら。あの子はもっと素直になったらいいのにね。お前は本当に、いつも素直だな。フェル。
何か呼ばれた。フェリチータ。なんだ。ここにいたのか。うわあ！すまない。僕はお前に何を。夢を見ていたんだ。それで、夢の中にお前が出てきただけだ。だから勘違いするな。そういう顔で僕を見るな。先ほどの行動を思い返すと恥ずかしくなってくる。どうしてそう素直に笑えるんだ。僕はたまにお前が羨ましいと思う。そうやって自分の気持ちを嘘偽りなく伝えられるところが。僕はそんなに簡単に素直にはなれない。いつもどこかで繕ってしまう自分がいる。でもそれじゃいけないんだろうな。お前を見ているとそう感じる。昨日のこともそうだ。いつもの調子で怒鳴りつけてしまった。いや、僕も悪かったと思う。うん。お前も強情だな。でもそうだな。昨日のことはお互い様にしよう。昨日、お前が無理をして指輪を取りに行ったことを。また考えなしに行動して、アッシュに捕まって、その状況に腹を立てたのは事実だ。そして、お前を指輪でおびき寄せ、危険な目に遭わせたアッシュも許せない。うん。だが、それ以上に、お前の指輪に対する気持ちが、僕は嬉しかった。僕も同じ気持ちだったから。僕にも指輪に対して特別な思いがある。あの時渡したたった一つの指輪だ。だから嬉しい。うん。こうしてお前の顔を見て一喜一憂している自分がいる。僕は怒ったり喜んだり忙しいな。僕の気持ち。確かに僕は素直に自分の気持ちを伝えられていなかったのかもしれない。僕はきっと今までお前に自分の思いの半分も伝えられてなかったのかもしれない。伝えたい大事な言葉ほど飲み込んでしまう。本当は一番にお前に僕の気持ちを知ってほしいと思っているのに。そういえば前にもお前とリベルタに言われたな。話してくれないと僕の気持ちはわからない。だから話せと
僕はまだ成長できていないな。僕のことをお前に？そんなに期待した顔で見るな。普通のことしか出てこないからな。それなら僕の心を覗いてみろ。それが一番この気持ちを知ってもらえるはずだ。お前には僕の偽りない気持ちを知ってほしい。ああ、力を使って心を見たんだ。それが真実なんだろう。正直に言う。僕は今、お前のことを考えている。今度は寝ぼけてなどいない。これは、自分の気持ちに正直に従った上での行動だ。僕は、お前のそばにいたいんだ。嫌だったか？ありがとう、フェリチータ。気がつくと、僕の感情が揺さぶられている。そのきっかけはいつも、フェリチータ、お前なんだ。こうして素直になるのも、いいかもしれない。お前の笑顔が、見れるのだから。おそらく、アッシュは船長室の近くにいる。今度こそ、あいつから指輪を取り戻す。行こう。アッシュ、ここにいたか。いちご頭に豆。遅かったな。もう諦めたのかと思ったぜ。僕たちが諦めるわけがないだろう。僕はアルカナ・ファミリア聖杯の幹部として貴様が盗んだタロッコを取り戻す指令を受けている。そして僕はフェリチータの恋人として貴様から指輪を取り戻す。僕はどちらも取り戻してみせる。ええ、なんか豆。雰囲気が変わったな。ずいぶん余裕じゃね？はあ！貴様の相手は一人だけじゃない。なんかマジで雰囲気変わってやがるな。僕たちは力ずくでもタロッコを取り返してみせる。もちろん婚約指輪もだ。面白いじゃねえか。よし、俺に勝ったらタロッコも指輪も返してやるよ。そうと決まれば手加減なしで行くぜ。行くぞ。やっ
そんな力任せに振り回しても俺には当たらないぜ。そういう油断が命取りになるんだ。はあ。そんな剣の動き何回かすれば見慣れる。俺と一人でやり合おうなんて甘いんだよ。一人かどうかよく見ろ。よくやった。タイミングもバッチリ揃ったな。追い詰めたな。これで終わりにする。あっぶねえ。豆は手加減ってもん知らないよな。手加減なしだとお前が言ったはずだが。そりゃそうだけどあんまり真剣だったからさ。僕がこいつを守るのに全力を尽くす。そのどこに問題が？別人だな。そこのイチゴ頭もやるじゃねえか。おい、バカにしてるのか？別にバカになんかしてねえだろ。今剣を交えた相手に敬意を表してんだよ。昨日までのお前らじゃねえってな。何？今回は俺の負けでいい。ってことで約束通りこれとこれ。魔術師のカードと婚約指輪。ああ、これでお前らから預かったもんは全部返した。それで問題はないだろ。いや、まだ足りない。正義のカードはどこだ？正義のカード？俺は持ってねえ。あのカードの持ち主はヨシアだ。ヨシュア？お前らも昨日見ただろ。あの似合わないお上品な服着た骸骨だよ。なぜ正義が必要なんだ？ヨシアが必要だと思ってるわけじゃねえ。あのカードが必要としてる感じがする。詳しくは案内しながら話す。ついてこいよ。信じてくれとは言わねえけど、10日交換が守れないのは錬金術師の直れなんだよ。俺はお前らに負けたんだ。今まで迷惑かけた分くらいは役に立ってやるよ。それにお前たちならヨシアを任せられる。意外と礼儀はしっかりしているのかもな。うん。おい、もたもたしてんなよ。イチゴ頭に青豆っ子。青豆っ子？やはり前言撤回だ。おい待て、その呼び方は我慢ならない。何が？だってお前豆だろ。ほら俺の目線確実に見下ろす位置になるし。切るぞ。